こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、溶岩海の高さを確保したので本格的に廃坑探しを始めました。とりあえず様子見で500メートルほど掘ったところまでです。デバッグ情報の座標を見つつ簡易地図を作ってみたらこんな感じになりました。ここからは、お家に帰るところまで掘り進みます。帰れるお家なんてあったかしら。ちなみに今後は、前作で要塞掘り当てた時とほぼ同様に掘っていく予定です。つまりは横64メートル間隔で、縦約500メートルずつ掘り抜きます。廃坑の分布が前作同様であれば、2、3本も掘れば廃坑直下を通るはずです。あとは廃坑がどれだけ下まで伸びているかが鍵となります。なお、前回までの収集炭ブロックはこんな感じです。そろそろテンプレ化し始めたかしら。さて掘り始めて2分弱というところですが、地上では雷が発生し始めたようです。雷といえば、バージョン 1.8 からは帯電クリーパーの爆発でゾンビなどの頭も手に入るようになったそうなんですけど、ちょっと条件がきついですね。でも新実装と聞くと入手したくなってしまうんですよ。さっさと雷に打たれてその記憶失いなさい。さて、60メートルほど掘り進んだところなんですが、溶岩の音が騒がしくなってきてます。で、ここで再び白樺丘陵 M に入りました。どうも突然変異はまだまだ西に伸びているようです。さらに2分経過したところです。真っ暗な洞窟を掘り当ててしまいました。モブの音はしないので多分安全そうですが。なんだか恐る恐るね。残念な洞窟でした。しかしその直後にまた洞窟掘り当ててしまいました。息をつく暇もありません。怖いので、もう少し間を置いてから出てきてほしいです。あれ？溶岩あるのに暗いですね。うおー。ただの時間差攻撃だったようです。まあ洞窟を掘り当てるのはいいのですが、塞いだりする土ブロックの消耗が結構激しいんですよ。かといって見つけた土を取りすぎるとそこからモブが湧きやすくなってしまいます。なので、基本的には取るのは天井の土までにしたいところです。それから15分ほどして溶岩の音がだいぶ大きくなってきました。試しに壁を掘り抜いてみたのですが、残念ながらまた不発です。しかし、それから30秒もしないうちに、でっかい洞窟見つけちゃったかもしれないです。あ、ほんと期待できそうないい感じじゃない。明るいし、今いる位置より低い場所が多そうです。うおー生ゾンビだ。肉眼で見たのは何時間かぶりですよ。さて、突入しちゃいますよ。でもちょっと怖い。ちょっと、結局は突入するしかないんだから。ほんと怖いんですよ。ウィッチが潜んでて、ボーンと毒ポーション投げられたらほぼアウトですし。でもいつまでも怯えているわけにはいかないんですよね。わかってます。あのゾンビは多分避けては通れません。もう死んだ気になってここ壊してみます。来るなら来い、来ないなら来ないで。あ、どうせ来るなら通路のところまで来て。待ってても来ないわよ。もういいから死んだ気になって死になさいよ。おい。さて、録画時間の関係で小休憩を挟んだところです。絶対嘘ね。いえ、連戦連勝を誇る私がゾンビごときに恐れるわけないじゃないですか。それにその上、何話か前に、土ブロックを下に置いて戦うという策をいただいてますから、もはや連戦圧勝が約束されているんですよ。それに、仮にゾンビから攻撃受けても4発までは耐えられるはずです。5発目で死ぬけどね。よし、正々堂々勝負です。一
一つだけ心配なのは、ゾンビは確か倒した直後に湧くこともあるので、子供ゾンビに分かれてしまわないかということくらいです。増えた。ブロック下置き作戦やってなかったら逃げ惑うところでした。よし1体。と思ったら3体目来た。さてゾンビ肉は3つです。食中毒分差し引いても、満腹ゲージ的にはなんとかプラスになりそうです。よかったー。安全対策には少し手を抜いてますが、まあ明るいからそうそう湧かないでしょう。さて、いずれ食料になるかもしれない茶キノコゲットです。前回の赤キノコが取れてたら揃ったのにね。あれかなり痛かったです。現時点でまだ水源を確保できてませんから、廃校をすぐ見つけても魚釣りができないんですよね。水源か赤キノコのどちらかでいいですから、早めになんとか見つけておきたいです。さて、それから20分ほど掘り進んだところですが、また再び洞窟を掘り当てました。しかし、子供ゾンビが湧いちゃってます。消えてもらうしかないです。しかし、ここで強運発動です。先ほどの洞窟の場所でゾンビが湧いてました。ここでゾンビ肉をさらに1つゲットできればすっごい大きいですよ。骨付き肉2つ分で900メートル余計に掘れるはずですから。よし、肉いただきです。あれ？嘘を手ぶら？この流れならドロップ確実だと思ったのに。まあ欲を前面に出してたから仕方がないわね。うわぁきついです。せっかく廃校まで一度も死なずに行けると思い始めてワクワクしてきたのに。ゾンビ倒すごとに一喜一憂ね。さて、子供ゾンビは無事に消えてくれたので洞窟を掘り開いてみたのですが、ちょっと廃校はなさそうですね。まあやすやすと廃校が見つかるとは思ってません。先を急ぎます。さらに3分後、なんとまた洞窟を掘り抜いてしまいました。どうもこの辺りは洞窟が密集しているようです。前回500メートル掘ってなかなかでなかったのが嘘のようで忙しいです。で、ようやっと掘り開けて洞窟の中の様子を見ていると、いつの間にすぐ後ろまでゾンビが迫っていたりと本当は慌ただしいです。しかし、今度こそドロップ運がいいです。ゾンビ肉2枚もあれば完全にプラスですよ。って、あれもしかしてひょっとして。うおー、クリーパー、痛かったー。何時間ぶりかの会いたかったパート2ね。お、よしここですね。花崗岩もこれでいただきです。よしほぼ完璧。これでは座標14段目が見えて、あれ？うわー1ブロックずれてる。何時間ぶりかのチャンスだったのに。で、失意の底で先を掘り進めた矢先なんですが。うおー。数十秒ぶりのせっかくのチャンスなのになんでスケルトンがセットなの？確実にテリーを仕留めるためよね。まあ、このチャンスを逃がすとクリーパーに今度いつ会えるかわかりません。危険承知で挑みますね。とにかく爆発させたら勝ちです。無理です。また会える日までさようなら。そしてさらに、その後わずか10秒でまた洞窟を掘り当ててしまいました。もうお腹いっぱいって毛髪の雲か。よしこうなったらもうやけです。さっきのクリーパーの代わりに何としても仕留めますってまたスケルトンいるし。しかし雲を倒すなら今なんです。先ほど手に入れたゾンビ肉があるので、満腹ゲージ的に少し余裕あるんですよ。よしまずは初のスケルトン撃破です。さて、このまま一気に攻め込みます。あら、正々堂々と勝負するの？
前作の私が雲ならいけると言ってたのが印象に残ってるんですよ。停滞。さすがに結構食らいます。もうこれ以上食らうわけにはいかないです。テウオーヒックアタックとか、前作の私の嘘つき、雲全然いけないじゃないですか。だいぶ下手になってるわね。まあともかくなんとか雲の糸と骨をゲットしました。あと、雲の目は一応非常食になります。骨付き肉一つ分を回復できますし毒で死ぬことはないですから。さて、道半ばですが今回はここまでです。現時点で拠点まであと半分の距離まで来ています。次回で帰れるでしょう。でも順調に死が近づいてきてるわよ。それじゃあまたね。バイバイ。